こんにちは、写真家の井上博樹です。写真表現ゼミに参加いただいている皆様には、撮影現場にいるときは最高の瞬間を逃さないように、その時がやってくるのを待って、その素敵な瞬間を写し止めようとシャッターを押されていることと思います。ではその瞬間を動きとして記録することについてはどうでしょうか。もちろん写真と動画は異なるメディアで、それぞれが持つ強みがあります。しかし写真が瞬間を切り取るものであるのに対して、動画はその瞬間が連続することで一つの線を描いていくと考えれば、写真と動画には大きな垣根がないという見方もできるかもしれません。そうです。今回のテーマは写真撮影の合間に動画を撮っておくことで、シネマチックネイチャー Vlog とも言いたくなる新しい表現を試してみるという提案です。これまで写真撮影に集中していた方々も動画を取り入れることで新しい視点を発見できるかもしれません。写真と動画それぞれの特徴を生かして撮影後に新たなクリエイティブな楽しみ方が生まれることを期待して、その具体的な方法を一緒に見ていきましょう。素敵な自然風景や野生動物たちを前に、写真一枚一枚を撮りためるように動画も少しずつ撮影していけば、撮影後に思いもよらない表現が出来上がることもあります。今回はそんなシネマチックネイチャー Vlog を作るための簡単な方法をお話ししたいと思います。写真と動画の関係について面白い歴史的な例がここにあります。エドワード・マイブリッジという方の名前を聞いたことはありますでしょうか。彼は19世紀後半に走る馬の連続写真を撮影していた人物です。当時は解明されていなかった馬が走る時のその足運びを分析する上で重要な役割を果たしたと言われています。当時の写真術の発展を象徴するものとも言えるでしょう。同時に興味深いのは、この連続写真をパラパラ漫画のようにつなげると、馬が走る様子がまるで動画のように見えてくることです。これが今日の動画の礎の一つになったとも言われています。このマイブリッジの実験は写真と動画が本質的には同じものであることを示しています。写真が瞬間を捉える営みである一方で、その瞬間が積み重なることで動きが生まれて、それが動画という形で表現される。ここに動画の面白さがあります。ここからは具体的にどのようにシネマチックネイチャー Vlog を撮影していくかを見ていきましょう。ここではコリスを撮影するシーンを想定します。勇気のあるコリスが巣穴の外に先に出て、まだ外に出たことのない兄弟を外の世界へと何度も誘っています。キネズミことエゾリスたちは鼻先をくっつけ合って意思疎通をし合うような仕草を時々やってくれます。そんな瞬間を狙ってまずいつも通り写真を撮ります。この巣穴のある木の下に井上がやってきたのが午前8時頃だったと思うのですが、これが起きたのは午前10時半頃、2時間半待っていたことになります。この瞬間を確実に写真に写し止めたいものです。素敵な瞬間をまずまずの写真として写し止めることができたという手応えがあったら、もう一度素敵なことが起こってくれと願いながら今度は動画を撮り始めます。こんな感じにもう一度素敵なことが起こることもありますし、起きないこともあります。大抵はうまくいきません。自然、特に野生動物を相手にする撮影では空振りばかりなのですが、写真も動画も記録することができた時の喜びはとても大きいものです。ここで重要なのは動物だけではなく、その時の環境も撮影しておくことです。例えば、森を見上げたり木々や葉っぱが揺れているシーンを撮っておくことで、そのコリスがどんな場所で過ごしているのかを視覚的に伝えることができます。また、季節の移り変わりを示唆するためのカットとしても機能することがあるので、撮影を忘れないようにしておきたいものです。そして編集の時は環境のカットを見せてからコリスのカットへと順に並べていくと、環境と動物をつなげる映像を作ることができます。井上は様々なシーンでこのような組み合わせを取るようにしています。さて、動画を撮るときに大きな注意点が一つあります。動画を撮るときにはシャッター速度に気をつけなければならないということです。
動画を撮影する時のフレームレート、1秒間に何コマがパラパラ漫画のように含まれる動画を撮るのかに応じてシャッター速度を決めることになります。多くの場合、1秒あたり映画のように24コマ、テレビのように30コマ、後でスローモーションにすることを想定しているなら60コマから120コマで撮影することが多いです。それらに合わせて30分の1から125分の1秒程度のシャッター速度で撮影すると動きが滑らかで自然な映像になります。こちらの映像はちょっと大げさにシャッター速度を調整しています。まずはシャッター速度を30分の1秒に設定した時のもの。滑らかに動いています。次にシャッター速度を2000分の1秒という超高速に設定したもの。いかがでしょう。このシャッター速度が速い方がチラチラパラパラと見えるような気がします。動画の中で動くものを見るときには写真撮影するには遅いシャッター速度の方が滑らかで自然に見えるのです。逆にスポーツや動物を被写体とした写真撮影で使うような1000分の1秒や2000分の1秒といった超高速シャッター速度では動画ではチラチラパラパラと不自然に見えてしまうので注意が必要です。今回は写真を撮影する際に少しだけ動画も撮影しておく楽しさについて見てきました。写真が瞬間という点を捉える営みである一方で、その点が積み重なることで動きという線が生まれて、それが動画という形で表現されます。ここに動画の面白さの一つがあり、写真と動画に垣根がないという見方もできることを理解いただけたと思います。写真撮影の現場で動画も少しずつ取り残して連続した表現を楽しむということも一層写真表現を楽しくしてくれることでしょう。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。この内容が役に立ったもっと学びたいという方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた。